皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日は前に一度やりましたスポーツは教えてくれるというシリーズで、シリーズ、そういう面白い話、第4回目になりますけれど続も、編ですね。はい、応援団という存在を考えることによってスポーツがよく分かってくるという話をしたいと思いますけれども、はい。応援団は日本人にとってはあるのが当たり前だと思っているのかなそうですね。どの競技で東京オリもありますンピックのね。開会式かなあれでもなんか旗振るのが出てきたんだよね。すごく大きな旗。あれああ、応援団から取ったんだろうけど、なんん。であんなものを取ったのかなと思って。サッカーが出てきてからうん。でしょうね。旗振るっていうのは。いや、旗あ、振るのはね、あ、プロ野球でもあります。野じゃあり球からありますね。ましたよ。うもちろん。ん。だから、サッカーはね、またあれ応援団と違うんだよね。うん。あれはサポーはい。ターなんだよね。ほんで、そうですね、サポーター。試合の中でずっうん。と歌を歌って飛び跳ねてるのは、サッカーのできない人たちがサッカーを従ってる証明なんだよね、あれは。で、イングランドのサッカーなんかでも、あるいはい。はイタリアのサッカーなんかでうも、ん。そういうことで歌を歌いながら、ずーっと叫びながら、うん。飛び跳ねてるっていうような状態が続くっていうのは、うん。サポーターのやることであって、決うん。して応援団ではないという。う要するにサポーん。ターは12番目の、選手選手だとですね。いううのにん。近いんですよね。うで、ん。応援団っていうのはよく見ればわかるように、試合と関係ないことやってんだよね。はいはい。はい。野球の応援団が、後ろ向いて手をこう振ってるの、野球見てないっていうのは、あれはおかしいんだよね。サッカーのサポーターはね、やっぱり試合見てますよ。そうれでん。歓声上げてますよ。っていうのがある。で、その応援団の存在っていうのを、うん。社会学的にね、よく、取り上げたりして、日うん。本人は群れたがるからとかね、そういうことをああ。言う人いるんだけど、それうん。は大間違いですね。お日本お。人は結構個人的なことがもう好きだってうん。いうのは、パチンコ見たらわかりますよね。パチンパコ見たら、チンコ。あんなね、こう、肘と肘が触ってるところはいではいはい。じーっとね、画面見ながらね、あ隣の人と話もしないっていうのは、そういう個人主義っていうのはね、ちょっとアメリカ人なんかには理解できないみたいで、あ。うん。私は一度ロバート・ファイティングという人とはい。パチンコを一緒にしたことがあるんですけど、うるはい。さかったですよ。はい、ああ。入ったらギャーギャー言いますからね。ほんで、お前は入ってないのかかわいそうだなとかね。そんなあことパチンコやりながら言われたことはないんですよね。あ。はい。でも、そのホワイティングのアメリカ人が、はい。知っている人間の俺にだけじゃなくて反対側の人間にも言うんだよね。ああ。ああ。これは結構面白いのは、ラスベガスなんかでね、はいはいはい。スロットルマシンで、なんで、ものすごい何万ドルと当たったというようなことがよく、報はい。道されたりするけはい。れども、はい。その時にね、人数がたくさん映ってんだよね。うん。写真やなんかに。はい。だってスロットルマシンってさ、一はい。人でバーああ、引くだけであるだから、そうですね。本当は一人しかないんだけど、そこにいた人がみんなでああ、喜ぶっていうのがあなるほど。って、ああれは日本のパチンコと大違いなんですよね。あ、ああ、そうですね。だから隣の人喜ばないですよね。そうそう。だから応援団っていうものがどうして起こるのかっていうのを考えうん。たときすごく面白いなと思うったのん。は、うん。私がちょっとこれすごいなと思ったのは、世界相撲選手権を見たときですよね。で、はい。世界相撲選手権を見たら、その拓うん。殖大学とか、その東京の大とかの大学生なんかも出てきて、はい。こう、掛け声を出してる人がバラバラに座ってね。で、はい。誰々頑張れとかってこう言うんだよね。
はい。で、アメリカの選手とか力士が出てきたりしたら、USA! USA! とかで声かけてるわけですよ。これは逆にね、応援団がアメリカの方は生まれて、日本で生まれないっていうようなことだったんだよね。で、こういう現象を見ながら面白いなと思っていたら、やっぱり中村俊夫先生という私のもう一番尊敬している、スポーツ学者の方、この方がメンバーチェンジの思想という本を出されていて、その中でそのスポーツの中で、ね、これですね、メンバーチェンジとしてものすごくいい本ですが、これはもうスポーツライターとか目指す人、あるいは大のスポーツファンだというような人なんか絶対読んでほしいというか読まなきゃいけない本なんですけれども、この中に書いてあるのが面白いのは、前近代からの歴史のあるスポーツと、それから近代から始まったスポーツでは違うという話なんですよね。で、前近代からずっと繋がっていたスポーツってのはどういうスポーツかっていうと、一言で言うと、飛び入りの自由があるっていう。要するに、誰でも、例えば野球なんかでもね、アメリカはピルグリム・ファーザーズが1620年にイギリスからピューリタンたちがアメリカに大陸に渡ってきた。その時から、ベースボールの、ベースボールという名前もあったし、そういうボールゲームがあったみたいなんですよ。で、それをやっている中でずっと繋がってきて、後の19世紀になってまとまってきてメジャーリーグなんかにできるのがアメリカのベースボールの歴史なんだけれど、その時に前近代、近代的なルールがきちんと定まる前のルールがあった。要するに、飛び入りの自由がある。ということは、俺に一発撃たせろと、俺の方がうまいって言って、こう入ってくるやつが可能だった。あるいは俺に投げさせろっていうやつが出てきても可能だったという飛び入りの自由があったんですよね、ベースボールには。ところが、19世紀の1890年代に生まれたバスケットボール、アメリカでですね、それから、アメリカンフットボール、こういう歴史、こういうスポーツには、前近代の飛び入りの自由の歴史がないんですよね。で、アメリカンフットボールは、アイビーリーグ、東部の大学のハーバードとかコロンビアとか、そういう大学の中からルールがまとまっていって、要するに南北戦争の後ですね、アメリカがヨーロッパはもう離れて俺たちはアメリカなんだと。だからスポーツもラグビーやサッカーはやらないぞという時に、アメリカンフットボールが出来上がってきて、あるいは、マサチューセッツ州のYMCA の体育の先生だった、ジェームズ・ネイスミスという男がバスケットボールを作ったりした。こちらバスケットボールとアメリカンフットボールにはチアリーダーがいますよね。で、チアガールもいるや、チアボーイもいるし、要するに応援団がいて、チアリーダーなんかもよく見るとわかるんだけれども、もう試合と関係ない動きしてますよね。要するに観客を盛り上げるという役割のことをやってる。スタンドの方を向いてますね。そう。で、これは、要するに、飛び入りの自由のないところで始まったスポーツにはそういう応援団みたいなものが生まれると。で、日本の野球を考えてみると、明治の6年ぐらいに、入ってきて、9年から10年ぐらいにドッと入ってきて、それが明治の20年ぐらいに全国に広まっていったっていう歴史なんだけれども、やっぱり前近代の歴史がないまま、旧制の高等学校であるとか、中学校であるとか、あるいは大学で、盛んになった。そこでは、やる人と見る人が分かれてたんですね。最初から。だから飛び入りがないわけですよ。東京の六大学行って、飛び入りで俺打てるからって入っても打てないんだよね。打たしてくれないわけで。それはやる人と見る人が分かれてたら、見る人の方にやっぱりちょっと欲求不満が募ってきて、それじゃ俺たちは見る専門家として応援団作るじゃないかっていう風になった。アメリカのチアリーダーなんかと同じようなことが日本のスポーツでも起こったと。でも日本の大相撲には、飛び入りの自由があるんだよね。
巡業なんかでね、前近代の歴史もすごくそうですね。長くって、それでもうつい最近でも、もう巡業なんかで回ってる中で、ちょっとうちに強いのがいるから試してやってくれっていうのはこれ可能なんですよね。これは面白くって、だから飛び入りの自由のあるところには応援団は生まれない。飛び入りの自由がないところには生まれる。それは近代で分かれるというところなんですよね。だから決して応援団があるからといって、日本の、日本人が群れやすいから応援団を作るんだとかね。そういうことではないっていうことがよくわかる。だから、日本の野球なんかで応援団がもうあるけれども、最近はね、プロ野球なんかでもチアリーダーいっぱい出てきてね。阪神タイガースにも出てきてね。もう今ほぼ全てあるんじゃないですかね。全てあるのかな。なんかあれは、なんか野球にはそぐわないようなね、感じが私なんかはするんですよね。だから面白いのは、私も大リーグ、メジャーの野球もアメリカでマイナーの野球もたくさん見ましたけれども、はい、メジャーで一度ね、クリーブランドの昔のミュニシパルパーク、市民球場、7万人以上入るもなんかもう古い球場でね、この球場のちょっとアホな話を一つするならば、この古い球場のトイレがね、すごかったですね。はい、知ってますアメリカのメジャーリーグの古い球場のトイレでどんなのが男のトイレですけどね。貝羽桶みたいなね、でっかいのがね、馬が水飲むような、桶がね、真ん中に置いてあるんですよ。で、それをね、そこに向かって男たちが立ちしょんべんを向かい合いながらやるわけですよ。360度360度というより長いからね、こう360度という対面っていう感じでね。これはね、私もトイレに行きたかったというか、おしっこをしたかった時にはね、これはやっぱりここで、なんていうか気合を入れて、アメリカ人に負けてはいけないとかね、妙に思い出してね、2度ほどそこでトイレをしょんべんをしたことを覚えてますけれども、アホな話をしてしまいましたが、そのクリーブランドでよく野球を見たんだけど、その古い球場で、ね、見たんだけど、一回ね、ファールボールが飛んできたんですよ、目の前に。イージーフライですよ。一塁ベンチのね、斜め後ろぐらいで座っていた、前が通路の、通路よりも後ろの一番前の席、そこ目の前に飛んできてるのを、オッケーっていう感じで落としたんですよ。その落とした後のね、ブーイングの凄さ。もうなんかイージーフライを落としただけで、俺は観客やぞと言いたかったんだけれども、あれはなんというか、観客じゃないんですよね。やっぱり一緒に飛び入りできる、一緒に飛び入りのできる人間が、こんな下手くそな奴がいたらダメだというブーイングでしたね。あれは参ったですね。だからグラブを持っていかなきゃいけないんですよね。いや、グラブも、イージーフライはね、やっぱり取らなきゃいけなかったね、グラブなくってもね。というぐらいのもので、小さい子供がね、目の前まで来て、ブーってやったんだよね。そんなって、せっかく私、日本から来てるんですけど、っていうような感じでね。でも、参加しているという感じがすごくしましたね。そうですね。だから、アメリカでは、野球を見るという言葉に、ルックとかスイとかいう言葉がなくって、全部テイクインという言葉を使いますよね。to take in the ball game。だから、go to the ball park to take in the baseball game。だから日本の、英和辞典なんか見るとね、テイクインは参加するとかいうふうに書いてある。映画を見るなんていうのもテイクインザムービーとかいう言い方もするらしいんだけれども、参加するという形ですよね。それがやっぱりアメリカの前近代から続いているベースボールにはあるということですね。だから、球場のその観客の壁の低さにそれ現れてますね。そうですね。壁の、だからね、始球式なんかも面白いね。今では日本式の始球式でマウンドからやるようになったけど、あれ昔は観客席から、ボールを投げてた。で、それも投げる人は
必ず偉い人だったんですよね。うん。アメリカの大統領であるとか、ねその都市のクリン市長であトンとかるとかが、確かやってた。ね、投げてた。こ観れは、要客席からするに、これから野球という面白いゲームをみんなでやりますが、はい。私はそれほど上手くないので、要するにアメリカの大統領といえども野球はそれほど上手くないので、上手い君たちに任せますという意味だったんですよね。決して儀式ではなくって、バトンタッチの、バトンタッチの儀式という言い方ができるような。だからそれは前近代から続いているスポーツの特徴でもあるという言い方もできますね。今、クリーブランドのトイレの話をしてしまいましたけれども、はい、そのクリーブランドで昨日球場で最高に面白いシーンを見たのは、観客が退場させられたシーンでしたね。めちゃくちゃ酒に酔っ払ってね、やじってた男がいるんです。それ、昔のね、クリーブランドの球場ってでっかい割には観客が全然入ってなくって、5000人くらいかな、ちょぼちょぼちょぼって5000人いたら本当にちょぼちょぼになる。クリーブランドインディアンスの。インディアンズ、そうそう。今、名前変わりましたけどね。でも、それがね、ものすごいやじってた男がいるんですよ。それで、球審がね、ネット裏まで、マスク外してネット裏へ行って、Get out of the ballpark 言ったもんね。めっちゃくちゃでかい声で。それで私ちょっとびっくりしたんで、その追いかけに、その男、酔っ払いを追いかけに行ったら、係員が両端に来て、腕持って、球場の外に出したものね。観客は、彼は観客だろうと、オーディエンスだろうって言ったら、ノーって言った。お金払わないじゃなくて参加者なんですね。だからこれ、日本で今応援団っていうのがたくさん、ある意味常識になっていて、はい、それでオリンピックやなんかでも応援団っていうのが出てくるんだけれども、なんていうかな、自分たちは参加しているスポーツを見ているのか、あるいは、近代以降の見物中心のスポーツを見ているのか、っていうのを判断すると面白いですね。というのは、これからサーフィンであるとか、あるいはローラーボードであるとか、すごく参加型のスポーツがこれからも増えてくると思うんで、そのあたりが果たして応援団がどうなるのかね。サッカーもそうですよね。そう、サッカーもそうですよ、完全に。あれはもう完全に参加型だし。参加型ですし、飛び入り自由だった。そう。だから日本で2002年にワールドカップありましたよね。はい。あの時、私も、いくつかのスタジアム行きましたけれども、面白かったのは、外国から来た、サポーター。はい。サッカーボール持ってましたもんね。やる気満々です、やる気満々。それで試合始まる前まではサッカーやってたもんね、札幌のドーム球場の周りでアルゼンチン対イングランドやった時なんかもね、周りの芝の上でね、蹴ってましたよ、ボールを。やっぱり参加してるんだ、この人たちは、と思ったのはすごかったですね。ついでにくっつまらないことを喋っておきますと、その時のイングランドのサポーターの一人が、札幌ドームの2階席の椅子に座った後、腰というよりもお尻があまりにも大きくって、上へ抜けずに苦労していた真横にいたと、今でも覚えてます。めちゃくちゃ面白かったですけど。応援団の話からこんだけ広がりましたけども、また、気がついたら、なんか面白い話というか、面白話を行いましょう。はい。はい、わかりました。はい。では、次回は、今週のテーマ、シリーズスポーツは教えてくれるのエピソード2。ボクシングは政治的スポーツから経済的スポーツへ。ボクシングが近い将来になくなるのかです。引き続き、玉木さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。よろしく。